我々生まれてから、例えば100年生きていても、所詮3万6千日じゃないですか。そのいかに3万6千日をいい経験にするかは自分のミッションだと思っているので、そう考えてくると、毎日大事にして前向きに生きていくのがすっごく大事だと思っていて、皆さんこんにちは、Z です。今日は化粧をしていきたいと思います。最近はですね、結構ね、シミとか出てきていて、30年全く化粧とかをしたことない男が急に化粧に興味を湧き出して、今いろいろ模索している最中なんですけれども、下手な化粧かもしれないんですけど、すみません。まずカラコンつけます。何色？エンジェルカラー。青色のカラコンだそうです。僕初めてつけるんですよ。隣ね、ずっと工事してるんですよ。めちゃくちゃ迷惑なんですけど、いつ終わるのもわかんないし、たださ、そういう工事はさ、急にはしゃぎ出すんじゃないですか。これいつからいつから工事しますみたいな、そういう宣言でさ、別にこっちの許可とか言ってないよね。あとはね、ちゃんと時間通りにやってくれないのが結構嫌ですね。なんか平日やるとしたらまあいいけど、最近はね、週末もやりだしてるんですよ。週末やらないって言ってくれたのに、普通に思いますよね。人生初のカラコンです。下地塗ってきます。これですね。ローズ色のものもあったんですけれども、私の肌に合わないかなと思いました。なぜそういうメイクアップをやりたいかというと、そのメイクをしながら皆さんと話すというようなスタイルはめちゃくちゃいいと思っていて、今日は皆さんと話したいのが、その努力に関する問題なんですけれども、その一生懸命努力しても報われないこと、人生の中で少なくても一度ぐらいはあったりするんですよね、誰しも。私もそうかもしれないんですけど、自分の人生振り返ってみたら、努力はしているものの、努力の仕方がわからないかもしれない。私はね、出身は中国で22歳までずっと中国に住んでいたんですよ。で、それから日本に来て、もう今7年目になってるんですけど、今後生きるためのスキルは一切なかったと思ってて、強いて言ったら英語と日本語が話せるぐらいだったかなと思うんですけども。というのも、私の親も生きるために一生懸命してて、その子供の教育にはそんなに力かけてないって言いますか、やり方がわからないんですよね。なので、プラスお父さんとお母さんは私の12歳ぐらいの頃から、離婚していて、ずっとお母さんと一緒に生活してたんですよ。お母さんが仕事が忙しくて、私の教育とかを気にせずに、まず2人でいかにこの過酷な社会に生きていけるかのことを精一杯になっていて、それは全然お母さんのせいではないと思うんですけれども、12歳からもう本当にいつも一人で生きてきたので、正直どんなことをしても生きるじゃいけるじゃないですか。ただそのより上を目指すためにどう努力したらいいのかは全くわからなくて、はい、次これをドラッグストアコスメって言うんですか、メディアルックスのリキッドファンデーション。こんな色ですね。なので、さっきの話続きますけれども、お母さんと一緒に生活できたんですよ、お母さんのおかげで。ただ、勉強以外はそんなに、人として、人の接し方として、あと自分の夢の立て方とか、社会は全然わからなかったんですよ、正直。いい意味で、純粋な心を保たれてるっていうのもあるんですけども、悪い意味では世間知らずしすぎて、全くこの社会で生きれないんですよ、一人で。私みたいな、庶民の家から出てきた子は、すっごく上まで上り詰める人は本当に少なくて、言っても多分大体体を張ってそうやってきたので、みんな体あんまり良くないんですよ。言い方悪いんですけど。そういうこともあって、やっぱ中国は無理だなと思って。で、他の国に行こうかなと思いました。そこから考えたのがまず日本でした。中国は学歴さえあればっていう感じはあるんですけれども、コネとかがなければ学歴があってもっていうこともあります。そして最近中国は IT めちゃくちゃ盛んでいて、逆に IT と金融それ以外の職業はそんなに給料も高くないしっていうこともあり、本当にやりたいこと見つける人は行ったらいいんですけれども、そういう教育をそもそも受けてないから、まず勉強しろ。やりたいことわからなかった？いいよ。まず勉強しろって言われるので、私
の学生時代頑張ったことは勉強が一つかなと思いますね。めちゃくちゃ頑張った。高校生の時はね、朝5時ぐらい起きて1日勉強して、で夜10時までずっと勉強し続けたんですよ。中国のセンター試験があって、浙江大学という中国からランキングのいい大学に入ったんですけど、これから勉強してもっと頑張っていければいいっしょと思って大学に入ったんですけども、そんなことは全然なかった。みんなやりたいこととか見つけて夢に向かって走り出している姿を見たら、結局俺って何をやりたいのって思い始めたんですよ。もうその時点から遅いじゃないですか。大学18歳19歳の時からあれそういう問題もあったんだよね、そういえばとかなって、じゃあどうしようなってて、いろんな人に聞いてたりしてたんですよね、大学の時代。実際働いている人の話も聞いて、俺って中国社会には生き残れないなと思って、すっごく頑張ってすっごくいい大学に入れたのに、すごくダメな人間な気がしてきて、あと一つ分かったのが、18歳になって人生の悩み相談に関して親と話した瞬間、親がそれはあなたが考えるべきで急に言われたんですよ。当時はね、なかなか納得できなくて、中国の親は本当に気が強くて、あなたは何々やるべきだと小さいからずっと言われ続けたんですよ。なのに18歳になった瞬間に、いやもうこれからはあなたの人生だからお金儲かることをやりなさいとか、それだけ言われるんですよ。それが言われてもって普通に思いません？そもそも俺の親ってそんなに成功な人じゃないんだっていうことに気づいた。なので彼らの意見は本当に参考するまでしかないので、そんなに彼らの意見を真摯に受け止めなくてもいいなと18歳の私が気づきました。次、グレートポーボーテのコンシーラーを使っていきたいと思います。っていうのが当時のステータスで、世界を見ないとって思って留学することを決めました。19歳の時ですね。じゃあ実際留学するとしたらどこがいいんだろうと考えた時に、目の下のたるみ隠しきれないな。で、日本に来て、まず日本語をそんなにうまく喋れないのが最初のステータスで、じゃあ日本語を一生懸命頑張ろうと思って、日本人の友達を作ったり、研究室の人と日本語で話そうとなっていて、正直日本に来て一番頑張ったのが、ちょっと日本語の勉強かなと思ってたんですよね。それ以外頑張ったのが、やっぱり研究言って研究うまくしないと卒業できないじゃない。それも結構頑張ったけど、卒業して結局全く研究専門分野と違う仕事やってるんですよ。で、今振り返ってみたらさ、俺そんなにその専門好きじゃないのによくも9年間続けたなと思いますよ。はい、完成です。最後はですね、仕上げにこのフィックスミストを使っていきます。できました。またね、アイメイクとかは全然できていないんですけれども、こういう化粧して自分なりのテンションが上がってくるっていうような感じはしてます。ちなみにこちらの貼ってるものは私が日本に来てからずっとやってることで、今日のテーマは努力しても報われないっていうことなんですけれども、いろんなこと試してきたんですけれども、人生はそもそも意味がない、そう気づかれた時点ではさ、やっぱりやる気が失っていくんですよね。だってどうせ意味ないなら頑張らなくてもいいんじゃないとかに思ってしまうのがどうしても人間としてはあると思うんですけども、考え方を少し変えてみると、我々生まれてから、例えば100年生きていても所詮3万6000日じゃないですか。そのいかに3万6000日をいい経験にするかは自分のミッションだと思っているので、そう考えてくると毎日大事にして前向きに生きていくのがすっごく大事だと思っていて、余命何日とか言ったりする人いるじゃないですか。実際私たちの寿命で余命みたいなものはもうすでに逆算できるじゃないですか。例えば私、95年生まれなので、例えば60歳までしか生きれないんだとしたら、それは私残りの寿命ですね。11296日なので、その残りの1万日いかにいい経験を積んでいて去っていくことは私のミッションとさせていって、今元気で生きていると思います。メイクもですね、残りの1万日の中に一つの楽しみじゃないかなと思いながら今やってます。あんまり上手だとは言えないんですけれども、メイクすることによって一日のテンションも上がっていくし、皆さんと話すことによって自分の思考も整理されている気がしますので、応援していただければ幸いです。
はい、本日の動画は以上となります。もしよかったらチャンネル登録と高評価お待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。